皆さんこんにちは。学士通路のありかのパチです。サイバーパンク2077街並み紹介第3弾です。今回はライフパスがストリートキッズの B の地元でもあるヘイウッドを考察します。街を歩いていると整然と並ぶ行政の建物のすぐ隣には荒れた通りが広がっていることに気づきます。どうやらこの街では極端な格差が同じ街の中に存在しているようです。なぜこれほどまでに奇妙な街並みが生まれたのでしょうか。実はこの格差の起点は第4次企業戦争、そしてジョニー・シルバーハンドが引き起こしたあの歴史的事件にまで遡ります。今回は街を歩きながらヘイウッドがなぜ格差の街になったのか、その原因を探っていきたいと思います。それでは始めましょう。まずはヘイウッドの街を実際に歩き、この地区がどのような場所なのか見ていきましょう。ヘイウッドはグレン、ウェルスプリングス、ビスタデルレイという3つの小地区で構成されています。まずやってきたのはグレンです。グレンはナイトシティの行政と司法の心臓部でありながら、同時にこの街が抱える歪な格差をはっきりと示す地区でもあります。まずはグレン北部です。シティセンターに隣接する北側は企業からの手厚い投資によって驚くほど清潔で整然としたエリアとなっています。ここには市庁舎をはじめ裁判所や NCPD の大規模拠点など都市の秩序を維持するための施設が集まっています。整備されたレコンシリエーションパークではナイトシティでは珍しい緑も見られます。しかし市庁舎からわずか数ブロック進むだけで景色は一変します。建物は小さくみすぼらしくなり、壁にはバレンティーノズのグラフィティが目立ち始め、メンバーの姿も散見されるようになります。北側の高級マンションに住めるのはごく一部の人間だけで、南側では多くの住民が安定とは程遠い環境の中で暮らしています。続いてやってきたのはウェルスプリングスです。この街はエリアによって全く異なる3つの顔を見せてくれます。まずは北部と沿岸部です。ここは近年の再開発によってヘイウッドで最も安全かつ近代的なエリアへと塗り替えられました。北部に目を向けると隣接するシティセンターと見まがうばかりの洗練された高層ビル群がそびえ立っています。そのまま沿岸部へ進めば、デル・コロナド湾を一望できるアパートが立ち並び、マリーナには高級ヨットが係留されています。ブルワークショッピングモール周辺は高級店を訪れる有名人や観光客で賑わい、活気に満ち溢れています。しかし、ここから東へ向かうにつれ、建物の高さは低くなり、古びてきます。そこに現れたものは、今のナイトシティでは絶滅危惧種ともいえる中流階級の街です。ここには肉体労働者や低賃金の企業社員たちが多く暮らしており、中層のアパートが整然と立ち並んでいます。そしてさらに奥へ進むと、古びた建物はスラム化し、廃墟が点在する危険地帯となっています。最初の華やかな沿岸部と同じ地区とは思えないほどです。つまり、ウェルスプリングスとは再開発された北部沿岸部、それ以前から残る中流層、そしてギャングが支配する貧困層、この3つが同じ地区の中で無理やり隣り合わされたナイトシティの縮図なのです。最後はビスタデルレイです。ここはヘイウッドの東端に位置する貧困地区です。貧困と暴力に支配され、ヘイウッドのお天とまで呼ばれています。この地区はバレンティーノズの強固な縄張りでもあります。一方で勢力を拡大するシックスストリートとの抗争も続いており、街は常に張り詰めた空気に包まれています。多くの建物や集合住宅は老朽化し、ギャングが街を支配したことで、古くからの住民たちは荷物をまとめて去っていきました。ビスタデルレイの悲劇は、ここが企業の中枢、コーポプラザや超富裕層が住むノースオークと隣接していることにあります。特権階級の住民や企業にとって窓のすぐ外に広がるこの貧民街は排除すべき目の上の単行部に過ぎません。今この瞬間も武力による浄化という不穏な噂が現実味を帯びてこの街を駆け巡っています。これまでヘイウッドの3つの小地区を歩いてきました。ここには地域ごとの大きな差があるだけではなく、たった数ブロック、通りの向かい側という極めて狭い範囲にも格差がはっきりと刻まれています。では、なぜヘイウッドはこれほどまでに残酷な格差の街となったのでしょうか。ここからはヘイウッドがこの姿に変貌してしまった原因となる
第4次企業戦争、そしてジョニー・シルバーハンドが残した爪痕について詳しく見ていきましょう。すべての発端となったのは第4次企業戦争の最中に起きたジョニー・シルバーハンドによる荒坂タワーへの核攻撃です。この一撃は単なるテロ事件にとどまりませんでした。現在のコーポプラザ周辺を壊滅させ、ナイトシティの都市構造そのものを根底から揺るがす出来事だったのです。現在ヘイウッドと呼ばれている一帯は、かつては大学地区、サウスナイトシティ、グレン、オールドジャパンタウン、リトルチャイナといった地区に分かれていました。核爆発によって行き場を失った人々は、これら周辺地域へと一斉に流れ込みます。やがて戦争が終結すると、この一帯には難民のテントが立ち並び、ギャングと住民が入り乱れる混沌とした状態が広がっていきました。行政も警察も機能せず、犯罪と暴力が日常となったこの地区は、やがてコンバットゾーンと呼ばれる無法地帯へと変貌していきます。しかし、このコンバットゾーンはいつまでも同じ姿のままではありませんでした。様々な出来事が重なり、異なる役割と階層を持つ地区へと分岐していきます。ここからは、グレン、ウェルスプリングス、ビスタデルレイの3つの地区が、それぞれどんな歴史をたどったのかを順に見ていきましょう。まずは、グレンです。第4次企業戦争からおよそ10年後、ナイトシティは本格的な再建期に入ります。壊滅した街を建て直すため、議会が選んだのは、企業と協定を結び、資金と技術を仰ぐという道でした。ですが、その見返りに企業が要求したものはあまりに大きく、都市再建の主導権が完全に企業側へと傾いていったのです。この過程で、グレンは政府の中心地として再編されます。莫大な資金が投じられ、市庁舎や警察施設が建設されたことで、グレン北部は比較的治安のいいエリアへと生まれ変わりました。ただ、ここには残酷な真実が隠されています。その象徴が、この市庁舎の移転です。かつて都心にあった市庁舎は、企業が支配するシティセンターから追い出され、一等地とは言えないグレンへと移設させられたのです。さらに、南部には投資が行われず、老朽化した住宅街が取り残されました。こうしてグレンは、行政の心臓部でありながら、企業の軍門に下った都市の弱さと、格差によって引き裂かれたナイトシティの現実を、最も露骨にさらす場所となったのです。続いて、ウェルスプリングスです。もともと、ヘイウッドという町は、この場所よりさらに南東側に位置していました。当時は、比較的裕福なノースヘイウッドと、貧困層が集中するサントドミンゴに分かれていました。転機となったのは第4次企業戦争の終結後です。荒廃したサウスナイトシティ一帯で住環境の再生が始まりました。この浄化と再建を担ったのがリクレイマーと呼ばれる集団です。しかし街に再び人が住めるようになると残酷なことが起こります。治安の改善を知ったノースヘイウッドの住民たちがこの地へなだれ込んできたのです。その過程で本来の功労者であるリクレイマーたちは住処を追われ、移住者たちによってこの一帯は新たにヘイウッドと名付けられました。こうして移住してきた人々は現在のウェルスプリングス中部から南部にかけて定着しました。ウェルスプリングス北部はグレンや大学地区と連動した最新のエリアとして再整備され、そこには彼らよりさらに上位の層が流入していきました。その一方で再開発の光が一切届かなかった場所もあります。地区の南東部、かつて再建から取り残された未開発のゾーンです。ここは今やギャングが多くいる危険地帯となっています。こうしてウェルスプリングスには上流層、中流層、貧困、危険地帯の3つの場所が折り重なるこの町特有の歪な格差構造が完成したのです。最後はビスタデルレイです。かつてこの場所にはリトルチャイナやオールドジャパンタウンがあり、今とは違う賑わいを見せていました。しかし、第4次企業戦争の混乱の中で治安の悪化を恐れた元々の住民たちは、次々とこの地を去っていきました。その空洞化した街に流れ込んだのは、行き場を失った人々です。当時、隣接するサントドミンゴは難民の流入で溢れ返り、住環境は限界を迎えていました。そこから溢れ出した貧困層がこの場所へと漂着したのです。こうして形成されたのが、現在のビスタデルレイの原型でした。2070年代、この地はヘイウッドで最も貧しい地区となり、バレンティーノズが深く根を張りました。さらに、サントドミンゴを拠点とするシックスストリートとの領地をめぐる縄張り争いは年を追うごとに激化し、
街には常に火薬の匂いと緊張感が漂うことになったのです。ここまで現在のヘイウッドにつながる成り立ちを見てきました。第4次企業戦争による破壊、企業主導の強引な再建、そして住民の移動。この街の格差は偶然生まれたものではなかったのです。かつては同じコンバットゾーンが出発点でありながら、グレンは企業に支配された行政の心臓部となり、ベルスプリングスは時代の波において行かれた中流層の街となり、イスタデルレイには行き場のない貧困と暴力が沈殿していきました。このように異なる階層が一つの地区に無理やり押し込められ、重なり合った結果が格差の街の正体なのです。今回はヘイウッドがなぜ格差の街と呼ばれるようになったのか、その理由をこの街がたどった歪な歴史から紐解いてきました。次回はヘイウッドのもう一つの姿、ナイトシティ最大のベッドタウンとしての側面を見ていきます。なぜ人々はこの格差の街に住み続けるのでしょうか。その答えを次回の動画で探っていきましょう。このチャンネルでは今後もゲームのお役立ち情報をアップしていきますので、よければチャンネル登録と高評価、そしてハイプをよろしくお願いします。X では動画以外にも色々とつぶやいていきますので、ぜひ概要欄からフォローしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。